先週の NMB48 ランキングの発表なのだ。先週は3月26日27日のコンサートに参戦したので、ほとんどコンサートで印象に残ったランキングになっているのだ。第10位はアキラなのだ。れいちゃんの卒業コンサートの席が2階席で、近くに関係者席があったことからアキラ先生を見かけることができたのだ。アキラ先生を見かけるとき、いつも感心するのが背筋の良さなのだ。あれだけ背筋がまっすぐな人はなかなかいないのだ。理想の背筋ナンバー2なだけはあるのだ。ちなみにナンバー1はノバク・ジョコビッチなのだ。おっと、メンバーランキングなのに違う方を入れてしまったのだ。第10位は船橋レイナなのだ。れいちゃんの卒業コンサートのアフタートークでのレイニャが面白かったのだ。チーム B2 慰労会特番でも大笑いをいただいていたのだ。第9位は相田翔吾なのだ。同じく関係者席が近かったので見かけたのだ。J リーグアワーズでサッカーボールの風船から出てきた三浦知良と同じ服装でおなじみの相田翔吾さんは岡山でケイトちゃんとあやぴょんと一緒にラジオをしているのだ。爆笑問題カーボーイにもたまに押しかける人なのだ。おっと、メンバーランキングなのに違う方を入れてしまったのだ。第9位は青バラ若なのだ。3月28日に配信していた慰労会特番での若旦が話したゆかたんとの喧嘩話がとても面白かったのだ。ゆかたんの狂犬の一面を知れてよかったのだ。ちなみにこの特番でのケイトちゃんが裏回しをやっていてさすがっすなのだ。第8位は中野未来なのだ。同じく関係者席が近かったので見かけたのだ。多分コジリン目当てだと思うが真相は不明なのだ。おっと、元メンバーは対象外なのに入ってしまったのだ。第8位は桜田彩香なのだ。3月29日僕の青春夜公演が生誕祭だったのだ。あやぴょんは涙の表面張力が効かないためすぐ泣いてしまうのだ。生誕祭でもやっぱり泣いてしまったのだけど、歌舞伎の大向こうのように「あやかや」と叫びそうになったのだ。あやぴょんは幼稚園の先生の資格があるらしいのだ。僕もあやしてほしいのでつい握手券をポチってしまうのだ。第7位は高橋琴音なのだ。れいちゃんの卒業コンサートでのスカートひらりが良かったのだ。おとっちは一人有利リポンとチッヒーが言うぐらい見た目は有利、動きはリリポンという青山豪昌先生もびっくりな設定なのだ。そのためダンススキルがリリポン初期なので発展途上中なのだ。おとっちにはぜひともパーティーが始まるよ、公演から始めて最後には目撃者公演ができるようになるようなスキルアップしていく姿を見せてほしいのだ。第6位は南ハーサなのだ。同じく関係者席が近かったので見かけたのだ。バーサで思い出すのは YNN24 結界でちょっと踊った意味譜なのだ。サエ P が卒業後すぐだったので心に染みたのだ。またもや元メンバーは対象外なのに入ってしまったのだ。第6位は青原ゆかなのだ。3月26日に行われたコンサートでやった意味譜が良かったのだ。ゆかたんは憑依型アイドルなのだ。だから狂犬にもなってしまうのだ。意味譜の世界観を取り込むことができたなら特急ゆかたんに変身するワン。第5位は梅山ここななのだ。れいちゃんの卒業コンサートでサプライズ出演したのだ。お餅の可愛いところを集めて具現化したのがここななのだ。5期生が並んで立っていた立ち位置がここなの居心地がいいポジションだったのかなと思いながら見ていたのだ。またもや元メンバーは対象外なのに入ってしまったのだ。第5位は深
グの網なのだ。れいちゃんの卒業コンサートでジッパーをやっていたのだ。背景、超西礼様、ありがとうございます。第4位は山本彩香なのだ。れいちゃんの卒業コンサートでサプライズ出演したのだ。あーやんは負けず嫌いなところがいいのだ。負けん気の強さは卒業を早める反作用もあるけど、ぜひとも若手メンバーには身につけてほしいのだ。またまた元メンバーは対象外なのに売れてしまったのだ。第4位は西島亮なのだ。れいちゃんの卒業コンサートでジッパーをやっていたのだ。背景、超西礼様、ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。第3位は松岡さくらなのだ。れいちゃんの卒業コンサートでのスカートひらりが良かったのだ。他でもこんな可愛い子いたっけ現象が今回も発動したのでこの順位なのだ。第2位は真鍋杏珠なのだ。3月26日に行われたコンサートでやったプライオリティが良かったのだ。目が湧くばダンスをしてエンジナもつけていただきたかったが、この日のコンサートは今までと違ったコンセプトで演出を行っていたようなので仕方ないのだ。この日のコンサートではこれが最後の曲になりますの後、感情がこもったと言ってしまったほど演出が違っていたのだ。そして栄光の第1位は超西礼なのだ。卒業コンサートがとても面白かったのだ。前の日のコンサートがあったおかげでより際立ったのだ。もしかすると2日間トータルの演出だったのかもしれないのだ。高低差で耳がキーンとなるやつなのだ。なぜか順位と内容がほぼ反比例になってしまったのだ。余談で力尽きてしまったのだ。今後も細々と動画を作成していくので傍観していただければ助かるのだ。